なのだ。スンダモンがノルウェーのニュースをナビゲートしていくのだ。今日は北欧の美しい自然と福祉国家として知られるノルウェーに関係する話題も交えながら、ヨーロッパ全体で動いている大きなニュースをチェックしていくのだ。特に注目なのが移民政策をめぐる動きなのだ。2025年12月、EU の移民政策が厳しくなった後、オーストリアやドイツ、イタリア、スウェーデンなど19カ国が EU の外に送還ハブを作るための資金を EU に求めたのだ。ここは難民認定に失敗した人たちを EU の外で収容して本国への送還を進める拠点なのだ。12月8日には EU の内務省がこの送還ハブの設置や退去を拒む人への罰則強化を含むパッケージに合意していて、今後は欧州議会での採決を待つ段階になっているのだ。議長国のデンマークは不法移民対策として庇護申請を EU 域外で処理する案などを長年主張してきた国で、革新的な解決策が広がっていると評価しているのだ。一方で人権団体は人権侵害や危険な状況を生み出す恐れがあるとして強く批判しているのだ。ノルウェーを含むヨーロッパの国々がこれから移民や難民とどう向き合っていくのか引き続き注目されるのだ。それではこの後詳しく見ていくのだ。ノルウェーはスカンディナビア半島にある国で、首都はオスロです。バイキングの歴史を経て現在は立憲君主制の議会制民主主義です。人口は約550万人。石油、海運、漁業や水力発電が主要産業で、自然とアウトドア文化が豊かです。最近は資源活用と再生可能エネルギーの両立や気候対策、サーミ人の権利が注目されているなのだ。一つ目のニュースなのだ。欧州19カ国、EU に移民の送還拠点への資金提供を要請という記事なのだ。2025年12月、EU の移民政策が厳格化された後、オーストリアやドイツ、イタリア、スウェーデンなど19カ国が EU 域外に送還ハブを作るための資金を EU に求めたのだ。これらは難民認定に失敗した人たちを EU の外で収容し、本国送還を進める拠点なのだ。12月8日には EU 内務省が送還ハブの設置や退去拒否者への罰則強化を含むパッケージに合意していて、今後は欧州議会の採決待ちなのだ。議長国デンマークは不法移民対策として庇護申請の EU 域外処理などを長年主張しており、革新的な解決策が広がっていると評価する一方、人権団体は人権侵害や危険な状況を招くと強く批判しているのだ。二つ目のニュースなのだ。同伴者歓迎のスウェーデンの都市という記事なのだ。2021年と2024年にそれぞれパートナーの仕事をきっかけにインド出身の薬剤師ジョアンさんとイタリア出身の医療バイオ技術者ロベルタさんがスウェーデン第2の都市大手堀に移住したのだ。二人はキャリアを中断し、知り合いも少なく、スウェーデン語も話せず、仕事探しに苦労して孤独を感じたのだ。転機になったのが国際的な新住民を支援するインターナショナルハウスヨーテボリなのだ。ここでは無料でスウェーデンの職場文化や権利の講座、アストラゼネカなど企業訪問、履歴書企業が直接添削する CV ソンなどを提供し、その結果パイロット参加者の約 70% が就職や進学、企業につながったのだ。ジョアンさんは大学の研究職を得て、ロベルタさんも前向きに休職を続けており、平穏で家族重視のヨーテボリの環境に将来への希望を感じているのだ。3つ目のニュースなのだ。今年のクリスマスにノルウェーへ旅行するなら知っておきたいことという記事なのだ。2025年のクリスマスにノルウェーを旅行する人への注意点なのだ。12月19日から大移動が始まり、空港運営会社アリノールは2週間で約220万人利用、19日だけで12万5千人、オスロ空港は8万1000人と予測しているのだ。保安検
るため、手荷物に包装済みプレゼントを入れないよう呼びかけているのだ。道路は12月23日が最も混雑し、特に南部とオスロ周辺で渋滞や事故が増えるのだ。運転中のストレスや時間の焦りが事故要因とされ、当局は交通アプリで通行止めや参道の情報確認を進めているのだ。鉄道はクリスマスイブから1月2日まで減便ダイヤで、オスロ、ベルゲン線などで運休もあり、満席が多いので早めの予約と運行確認が必要なのだ。バスも事前予約が基本で、予約がない停留所は通過されることがあるのだ。天候が変わりやすいため、余裕を持った行動と最新情報のチェックが重要なのだ。スンダモン、ノルウェーの自然や再エネは魅力だけど、欧州の相関拠点問題や移民支援、年末の交通注意も忘れずになのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけない。けれど本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声。そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。